皆さん、こんにちは。イラストレーターアニメーターのジャッジです。前回の講座では、背景の寸法やオブジェクトの寸法について、どのような考え方で落とし込んでいるかなどについて説明させていただきました。今回では、以前作成した素体を使って、そこから背景を描くといったことを実際に実演を交えながら解説していきたいと思います。それでは早速進めていきます。まず、おそらく以前の4つほど前の講座で素体をなるべく正面の角度で描かれたと思うんですけれども、まずそちらの素体を準備していただけると嬉しいです。そちらの素体からまずはパースがどのように通っているかをまず解析します。そのやり方の手順としては、以前の講座でもお話しした通り、同じパーツを結んで、そこから消失点を逆算して、そこから I レベルを判定するといったやり方をとっています。実際にどのような方法なのか、おさらいも含めてちょっとやっていきましょう。まずは、キャラクターのがこのようにまずいるとします。面倒な方はこちらのデータなどを参考に、そのまま使いながらでも問題はございません。まずは、同じパーツを結ぶという工程ですね。この工程では、例えば、肩がこのように現在は垂直に立っているので、ほぼ同じパース上にあると言えます。なので、このように、右目、左目といった風に、おおよその位置を、このように割り出します。例えば、この胸のシワの部分であったり、肘であったり、特にポイントとなるのは骨盤あたりのパースですね。一番上のパースの部分、ここに通っている顔の一番上のパースの部分と、この骨盤のなるべく離れた位置のパース同士を合わせるのが理想的です。この2つのパーツが、まずパーツ同士を結んだら、ここから線を引きます。線を引いて、おおよその消失点の位置を判定します。まず一つ目は、このように伸ばして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 、といったように。そしてもう一個、腰もこのように動かすと、おおよそこの辺りになるかと思います。他の部分でも試してみると、例えば肩同士だと、おおよそこことここが結びついているので、こうなります。他の部分に関しては、ポーズなどをとっている場合は別ですが、このように直立している場合だとほぼ同じ位置に存在するはずなので、このようにパースを取っていきます。ただ、素体からパースを取っているということもあり、あまり正確なパースを取れているわけではないので、あくまでも参考の一つとして捉えるのが一番良いかなというイメージです。そして反対に腰の方のパースが逆パースだったことが判明したので、腰の方のポイントはおそらくこのような
そもそもの腰の取る端の部分が間違っているということもあるので、このようにたびたび調整しながら整えていくと、このように線が一つに交わる点が出てくると思います。これが第一の消失点というイメージです。そして今度はこの消失点に合わせて横に水平な線を引きます。そしてこの横に水平なオレンジの線と消失点を合わせたこの線が、いわゆるアイレベルというものですね、になります。これでアイレベルの判定までが完了しました。さて、ここからですが、アイレベルが判定したので、今度は第一消失点と書いてあるように、今度は第二の消失点を見つけていきたいと思います。それを行うにはどうすればよいかと言いますと、まず、キャラクターが今少し斜め前を向いているのがわかるでしょうか。この斜め前に向いているのが結構ポイントで、例えば、肋骨の断面を見ると、このようになっていると思うというか、このようになっているはずなんですが、肋骨の後ろと前をつなぐと、このようなバースになっていたり、上側もこのように断面を取ってみると、こことここが重なったり、あとは頭に対してこのように垂直に線が発生するというのがわかるかなと思います。肋骨の断面は結構ここ効いてるから結構薄めかもしれませんね。これぐらいかも。ここもちょっと面が見えすぎている気がするので、縦にすぼませると、おおよそこのようなイメージかなと。では、これに合わせてパースをまた引いてみると、例えばまず1本目がここだとして、2本目もこのように引いていきます。この時点だとかなりあやふやというか、アイレベルから遠ざかってしまうことがあるため、これもやはり素体というものから取っている都合上、どうしてもズレが発生してしまいます。なので、あくまでもある程度は割り切って、このようにおおよそ合うぐらいの位置で第2の消失点を決めていきましょう。他の部分も立体として合っているかどうか確認してみると、おおよそ線の向きが合ってきましたね。なので、今度はおおよそここが第2の消失点になります。これによって背景二点透視図法と呼ばれる方法ですね。を書く上で必要なパースの消失点2つが決定しました。そして、ここから早速背景を描いていくわけですが、それにあたってまず横から見た図について説明いたします。まずこれちょっと消して、横から見た図で、例えば
今回ちょっと一人しかいなかったけど、もう一人、この子も用意しますね。この子を、もしくは、よりの子を小さくしてあげても大丈夫です。もう一人いると仮定します。この二人をまず同じ空間上に立たせて横から見た場合、このように、例えば今回書くとします。で、今、パースを確認したところ、腰骨のあたりにアイレベルがあって、で、腰骨の方にアイレベルがあるはずなので、引きの子もなるべくそれに合わせて移動させてあげると、おおよそこれぐらいの位置にいるようなイメージですね。そして、この2人の位置をもう少し調整するという場合、まず横から見たときにアイレベルが先ほども申し上げたように、おおよそこの位置にあると、おおよそ骨盤のあたりにあると仮定します。そして、この2人を見るカメラがこのようになっている状態ですね。今の状態示すと。実際にフレームの上、フレーム中心、フレームの下とありますが、実際にこのフレームを枠の中で示すと、このようなイメージです。それぞれ対応しているといったイメージですね。そして、ただもう少しカメラを調整するならば、おおよそこれぐらいになるかなという。そしてここからパースを書く上で重要になってくるのが、横から見たときに、まず、キャラクターのこの距離感を表現するために、頭何個分離れているかというのを考えないといけません。